今回はネト順さん的幸せうどんの作り方をご紹介します。突然ですが質問です。皆さんは日頃悩んだり落ち込んだりしていませんか？例えば、なんであんなこと言っちゃったんだろう。あそこでこう言えばよかった。とか、あの人なんであんなこと言うんだろう。私の言い方が悪かったからかな。という経験があるかもしれませんね。これら感じたことはすべてあなたの左脳が引き起こす自動思考が原因です。自動思考とは私たちが意識しなくても勝手に出てくる思考のこと。あなたが考えたいと思っているわけではないのに気がつくと頭の中をぐるぐる回っている思考のことです。大体においてこの勝手に出てくる思考は自分のことを否定するようなマイナスなことばかりなので不安や悩みがループ状態なんです。これって辛いですよね。このループ、実は脳の仕組みが関わってるんです。私たちの脳には神経細胞がつながってできた神経回路がたくさん走っています。その回路に電気刺激が流れることで様々な指令が体に出されます。この時よく使う回路は体にとって重要と判断され栄養が与えられます。つまり、あなたが同じ神経回路を使えば使うほどその回路は栄養がたっぷり届くので太く成長し、あなたにとって必要な回路となっていきます。勝手に考えてしまう悩みのもと、自動思考はこれにあたります。悩みや不安を考えれば考えるほど、この回路が太く成長し、断ち切ることができず、ストレスを抱えてしまうんです。これって悪循環。でもこの悪循環はこれからご紹介する幸せ右脳にチェンジできれば断ち切ることができるんです。あなたが幸せ右脳の状態になるためには、右脳と左脳の特徴を知る必要があります。人間には右脳左脳という組織が存在し、あなたという意識に大きく関わっています。わかりやすく右脳さん左脳さんというキャラクターに見立てて見ていきましょう。左脳さんの特徴は考えること、思考が大好きで論理的、人とのコミュニケーションやスケジュール管理などが得意で、言葉による思考を担当しています。一方、右脳さんの特徴はズバリ直感。自分にとって必要なことに自分自身で気づけるように促します。その際、左脳と異なり、言葉を使うことはほとんどなく、絵や歌詞、何気なく見た写真や本の一節などがふと脳裏に浮かぶなど、身体の感覚を使ってメッセージを伝えてくれます。本来ならば頭で考えることも体で感じることもどちらも大事なので、左脳さんの思考と右脳さんの直感をバランスよく保てるのがベストなんですが、現代社会では左脳の機能が優先している人が多く、考えても仕方ないことにとらわれて、いわゆる直感を優先する右脳の機能をあまり重要視していません。その結果、左脳の自動思考に疲れてストレスや疲労を感じたりするわけです。この左脳優位の状態を改善するためには、まず右脳が活性化した状態にする、つまり幸せ右脳を自分で作っていくことです。そうすると、身体の感覚とあなたの意識がしっかり結びつき、意識が今現在に集中できるので、過去の後悔や漠然とした未来への不安なども考えなくなり、心が安定して自然と幸せな気持ちになれます。幸せ右脳の状態ってどんな状態って思いませんか？簡単に言うと、右脳が活性化し、左脳優位から右脳回帰する意識変容のことです。これはどんな時でもあなたが幸せを感じている状態です。全身の細胞と神経が生きる喜びを謳歌し、自分の意識が幸せというよりも、身体が感じる幸せの中に意識が埋もれているという感じです。もっと簡単に例えるなら、温泉に浸かっているとき、幸せって感じる感覚のあの幸せ感がずっと続く感じなんです。
この幸せの根幹にあるのは、ありのままでここにいていいという安心と充足感。今ここにいる感覚です。私はこの感覚をとても大切にしています。いわゆる悟りや覚醒と言われる状態です。悟りと聞くと厳しい修行などで身につけるイメージがないですか？私は自動思考を止めるという方法に気づけたため、そういったこととは無縁で、この悟りの状態を得ることができたのです。ラッキーです。悟りの状態になると、無意識があなたの味方になってくれます。無意識は右脳左脳とともにあなたの意識の一つ、脳の大きな部分を占めています。それと同時に世界の生命すべてとつながっている大きなエネルギー的存在です。この無意識を上手に使いこなすと、無意識があなたの喜ぶ方向性を分かってくれて、そちらに流れを導いてくれて、夢や希望などもどんどん叶っていく状態になれるんです。左脳優位から右脳シフトする幸せ右脳、素敵でしょ？意識変容の第一歩は自動思考に気づき、それをストップさせること。でも実際やり始めると、全然止まんないよ。これで合ってるの？これは自動思考？違う思考？どっち？などの疑問がたくさん出てきます。その答えが知りたいからと人に聞いたり、インターネットで検索しないでくださいね。この行動こそ左脳さんの大好物です。このような疑問はほぼ全員が思うこと。疑問が起きたらむしろチャンスなんです。大切なのは頭で考えて答えを出さないということ。頭に浮かんだ疑問の思考を両手で掴み取り、私にはわからないのでお腹に投げ込みますと宣言して、それをそのままお腹に投げ込むイメージをしてみましょう。その後はこの出来事忘れてしまって OK です。真剣にあなたが知りたいと思っていることであれば、数日後ふわっと答えが現れます。お腹からの答えを体験すると自分の中の無意識たちが助けてくれていることを理解します。そうすると無意識レベルで抱え込んでいたことが全て一人で抱え込まなくてもいいということに気づき、その思い込みを手放し始めます。これは大量の思考の間にほんのちょっと隙間ができた状態です。その隙間で自分がくつろげるようになると、自動思考は私がやっていたわけじゃなかったんだ、ということに気づけます。つまり、何がどうというわけでもないけれど、満ち足りた感じにたどり着くことができます。これが右脳シフトして得られる意識のありようなのです。最後に、幸せ右脳を手に入れるための5つのステップをご紹介します。ステップ1、自動思考を止める。まず自動思考に気づくことが大切です。最初は、自動思考が始まったなと気づくだけで OK です。ステップ2、直感を信じる。直感は右脳さんからのメッセージです。心にふとひらめきが浮かんだらすぐに行動しましょう。それが直感を信じることにつながります。ステップ3、今ここに意識を集中する。今体がいるシチュエーションの中で身体感覚に集中する。それが今ここを感じることにつながります。ステップ4、直感を選ぶ。左脳が思考で決定したがり、どうしていいかわからないときは直感に聞いてみようと疑問をお腹に投げ込むイメージをします。ステップ5、左脳からの逆襲を乗り越える。左脳による思考の逆襲には、まず気づくことが大事です。くれぐれも思考や議論に乗ったりしないように注意しましょう。この5ステップの一番最初の自動思考を止めるためにパワーを発揮するのがエレベーターの呼吸です。簡単に言えば思考から意識をそらすための呼吸で、ネドジュンさんのワークの基本になるものです。具体的やり方は別動画でご紹介していますが、大事なのは
なんとなく行うのではなく集中して行うことです。そうすると意識がお腹に注がれ、自動思考が途切れるのです。自動思考に気づいたらすぐにエレベーター呼吸、これをセットで進めていきましょう。日常生活の中で何度も何度も繰り返すことにより、少しずつ思考の回路のスイッチが切り替わっていきます。その他にも今ここ呼吸など様々なワークがあります。ご自分に合ったワークを見つけてマイペースで行っていきましょう。ワークを続けていると必要な変化は体の中から自然と起こってきます。今の私はこれが気持ちいい。これがやってみたいという変化です。この変化に伴って自然と必要ないことはしなくなって調整されていきます。あ、これ気持ちいいなと思うものを続けてみてください。そうすれば必ず自動思考が止まる時がやってきます。そして心が安定してストレスゼロ、いつもハッピーな状態を得ることができます。あなたの意識が変わると、自然と心から望んだ夢が叶ったり、心から欲しかったものが手に入ったりということも起こりやすくなります。ぜひ一緒にチャレンジしていきましょう。